ターンジュができないと他のテクニックはできないと言っても過言ではないほど、これをおろそかにしないで練習していくことがピルエットを回るためだったりアダージを踊るために絶対に欠かせない要素です。おはようございます。くるみです。今回はセンターでのターンジュの注意点についてお話をしていきます。それではスタート。突然ですが、皆さんはセンターでのターンジュ安定して美しくできていますか？例えばこんな感じとかこんな感じになっちゃってませんか？センターのターンジュは様々なテクニックができるようになるためのとっても大切な基礎の部分です。これをおろそかにしないで練習していくことがピルエットを回るためだったりアダージを踊るために絶対に欠かせない要素です。今回の動画でグラグラしないコツだったり美しく使うための注意点や改善点について一緒に見ていきましょう。早速ですが、ターンジュは正式にはバットマンターンジュと呼ばれるこの動きになります。プリエと同じくバレエの基礎中の基礎といえる大切な動きです。一見簡単そうに見えるんですけれども、実はグラグラしたりターンアウトが保てなかったりセンターで行う時は角度がつきすぎてしまったり、実はとっても難しい動きです。それでは注意点を見ていきましょう。まず1つ目は軸足を安定させるということです。バーがなくなった途端に足がつっかい棒になってしまっていたりグラグラしてしまったりしていませんか？これは実は多くの場合重心の位置の悪さが関係しています。両足で立っている時、重心は両足の真ん中にありますが、片足になった時は片足の真ん中に重心が移動してこなければいけません。なので当然片足になった時は重心が中心の場所から片足の場所に移動してくる必要があります。この重心の移動が多くの方は肩だけ移動している場合が多いんですけれども、この重心の移動っていうのは肩だけではなくて骨盤も一緒に行う必要があります。センターの片足になった途端グラグラしている方っていうのは、この重心が真ん中に残ってしまっている、または重心移動をしようとはしているんだけれども肩だけで移動してしまっているという方が非常に多いです。片足になるタイミングで骨盤ごと重心を片足の方に移動するということを覚えておきましょう。2つ目は綺麗なポジションをキープしましょうということです。皆さんは連続して足を単純に動かした後、自分のポジション閉じてきてしまっていませんか？実はこれには動かし方にコツがあります。まず前にターンジュする場合は、動かし始めのきっかけがかかとから出ていってつま先から戻ってくるっていう風に意識をしていきます。前に出した足をかかとから引いてポジションに戻してくると、かかとが片足についた時点で動くのをやめてしまって、結果的にこういうまっすぐ足になったポジションっていうのが完成してしまうということが多いです。戻してくるときはつま先を引いて戻してくるような意識を持つようにしましょう。横にターンジュ出す場合は自分のターンアウトに合う場所に出して戻してくるっていうことが大切です。前すぎてしまったり後ろすぎてしまったりするとターンインに入る原因になってしまって、そうするとまっすぐ足に近づいていってしまうということが起こります。なので今自分が練習しているターンアウトのポジションからターンアウトをキープしたまま戻してくるということが非常に大切です。最後に後ろにターンジュを出すときは前と逆の意識が重要です。足を出していくときはつま先から出していくようにして、戻してくるときはかかとから戻ってくるような意識で戻していきます。後ろのターンジュに出して戻してくるときに前とは逆で今度はつま先から戻ってきてしまうと、つま先が軸足に触れた時点で動きがストップしてしまい、後ろの足がパラレルに近い状態になったポジションというのが完成してしまうっていう可能性が高いです。
なのでなるべくかかとを先に戻してくるような意識で5番に閉じていきましょう。タンジの時に適当に床をこう滑らせて撫でるだけではなくて、一つ一つの動きのポジションをしっかりと理解して丁寧に行っていくことで、足を上げたりアラベスクにしたりする時の上達にしっかりとつながってきます。逆に床を撫でるだけの動きをしていると他のステップにつながっていかなくて、なかなか上達っていうところにつながらないので、必ずタンジは床を撫でるだけではなくて頭をフル回転させていろんなことに気をつけながらみっちり行うことが大切です。3つ目の注意点は起き直してないですかというところです。これは特に後ろなんですけれども、後ろに出した足毎回ぴょこんって起き直しちゃってませんか？これやってる方実は非常に多いです。この起き直しっていうのをやっていると、大体の場合ターンイン、内股に入ってきている場合がとっても多いです。なのでせっかくタンジの練習をしているのにターンインの練習をしてしまっている状態になってしまいます。このようにデミポワントに滑らかになりながら、そこから滑らかにつま先を伸ばしていくっていうことを忘れないようにしてください。起き直す感じをしていると、この後タンジからアラベスクに足を上げていくときにこのように内股になるしかなくなってしまいます。アラベスクの時に後ろの足が内股になってしまう、かかとが上を向いてしまうという方は、おそらくこのまずターンジの部分に問題がある場合が多いです。バレエのテクニックは基礎からのつながりです。丁寧にこのドゥミポワントからターンアウトをキープしたままつま先を伸ばしていくっていうところを気にするようにしてみてください。4つ目、角度がつきすぎてしまっていませんかということです。私の基礎レベルのクラスでは角度をつけてタンジを行うということはほとんどないんですけれども、多くの一般的な初級クラスぐらいのレベルだと黒ワゼなどに向いて角度をつけてタンジを行っている場合が多いと思います。この角度をつけた時に角度をつけすぎて正面から見た時にお尻の一番高いところが見えるような位置に立ってしまっていませんか？バレエではクロワゼと呼ばれる斜めの角度を使うことが非常に多いです。日本の伝統的な文化っていうのは平面であることが多いんですけれども、このヨーロッパの伝統的な文化っていうのは立体で使うことが多いので、バレエもそのうちの一つで立体感っていうものを出すためにこの斜めのラインっていうのがたくさん使われています。基本的に斜めに立たないことがないっていうぐらい、この斜めの角度を使ってバレエの美しさっていうのは表現されています。でも斜めを作ると言っても、空間に対して斜めを作るとつけすぎてしまう可能性が非常に高いです。あくまでもバレエの美しい斜めというのは正面から見た時に美しく見える斜めなので、部屋に合わせて角度をつけすぎないように気をつけてみてください。コツは先ほどちらっと言ったお尻の一番高いところが正面から見えないようにすることです。正面からお尻の一番高いところが見えてしまっていると、かなり横に近い状態に向いてしまっている可能性が高いです。お尻の一番高いところは見えないような角度で斜めを作ってみてください。またお尻が見えなくて足が一番長く見える角度っていうのを探してみるのも一つの改善ポイントです。横を向きすぎてしまうよりも斜めをしっかりと意識して立体に使っていく方が足は長く見えます。鏡を見ながらどういう風な斜めが一番自分が長く美しく見えるかっていうのを意識してみましょう。なのでただ斜めを向くではなくて、正面から見た時に美しく見える斜めを作るということが大事です。注意点5つ目は先ほどもちらっと言いましたね。適当にやらないようにしましょう。タンジはピルエットやアダージオに比べて一見地味な動きです。そのせいかレッスンを見ているとタンジふわっとやってしまっている方がとっても多い印象があります。ですがタンジができないと他のテクニックはできないと言っても過言ではないほど本当に大切な動きです。タンジは他のエクササイズに比べると、例えばアレグロだったら足を言われた通り前後ろ間違えずに動かすことができたとか、ピルエットだったら迷わずに正しい方向に回ることができたとか、順番を覚えたりするところにも上達を感じやすいと思うんですけれども、タンジはそういった要素もなくて上達が非常に感じにくいエクササイズになっていると思います。ですが
先ほど言ったテクニックをやるためには単純が大事っていう言葉を思い出して、これまで挙げた4つの注意点を気にしながら 100% の集中力と気持ちで取り組むようにしてください。漢字をないがしろにしていると絶対に上達できません。必ずよくよく意識して丁寧にやっていきましょう。はい、というわけで単純の注意点について5つ見ていきました。この動画内でも何度も言いましたが、単字は様々なテクニックの基礎になるとっても大事な動きです。今日挙げた5つの注意点を気にすることが難しければ、バーに戻ってじっくりと練習をしてみてください。何度もゆっくり繰り返し体に教え込んでいくことで、動きっていうのは必ず改善していきます。私のレッスンでも細かいところを見ながら練習しているので、なかなか普段のレッスンではスピードが速くて気にすることができないっていう方は、ぜひ私のレッスンにもいらっしゃってみてください。レッスンのお申し込みは URL が概要欄にありますので、そちらからご検討ください。丁寧に一緒に繰り返して練習していきましょう。今日の動画はこれで終わりになります。このチャンネルでは大人バレエの基礎をテーマにたくさんの動画を上げています。興味がある方はチャンネル登録をしていただき、引き続き一緒に練習頑張っていきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。